こんにちは、もずくです。なんとこの度このチャンネルで初めてグッズを販売します。やったー、嬉しいはい、やっとです。もう20万人記念でこのもずくちゃんのねキャラクターが登場してからずっとグッズ化したいなと思ってて、やっとできました。お待たせしました。ほんとみんな待っててくれてましたかね私は待ってましたやっとできました。本当に特に生配信とか活動を通して追ってくれてた方はね、よりやっとかっていう感じかもしれないですけど、本当にやっとです。できました。はい、ということでこの動画ではグッズの紹介とこだわったポイントとか、あと特に T シャツのサイズ感とか着こなし方とかも紹介できればなと思います。では早速今回のグッズをお見せします。どうぞ。はい、こちらです。私の好きな漢字をいっぱい詰め込みました。普段使いしたかったんで、いい意味でグッズ感をなくしてます。どうですか？めっちゃ可愛くないですか？今これ見てくれてるみんなはどんな反応してるんだろうなって思うんですけど、想像しただけでめっちゃニヤニヤします可愛いって言ってもらえてたら嬉しいなと思います。全部で3つ販売するんですけど、 T シャツに関しては2つのデザインを販売します。一応サイズとか注意事項とかその辺の詳細はサイトに載せておりますので、そちらをご確認いただければなと思います。本当にどれもこだわって作ったので、ぜひ皆さんに手に取っていただけたら嬉しいなと思います。ではここからは一つずつご紹介していきます。どうぞ。ではまずは T シャツからご紹介していきます。さっきもお伝えしたんですけど、デザインは2つあって、サイズがどちらとも XS から L サイズまであります。まず黒い T シャツ、もずくちゃん T シャツの方なんですけど、なぜこのデザインにしたかというと、まずね、このもずくちゃん自体の顔がめっちゃ好きで、私じゃなくてキャラクターのねが好きで、何回見ても可愛いってなるんで、そのお顔がねドンと乗ってる T シャツをどうしても作りたくてこのデザインにしました。でね、またこの T シャツのもずくちゃんの顔も超可愛いんですよ。角度というか猫感ある感じが気に入ってます。そして古着っぽくしたかったので、色は真っ黒じゃなくてちょっと焦ってるように見える色味を選びました。で次は白い T シャツ、シューズ T シャツの方なんですけど、これもね初めてもずくちゃんを見た時に靴すごーってなったんですよ。そうだからこの可愛い靴をグッズ化しないなんて私の中ではありえなかったんで T シャツにしちゃいました。で色もイラストと組み合わせた時にパキッとしたデザインにしたかったので、くすんだ白とかではなくこっちは真っ白にしてます。であと T シャツに書いてある文字なんですけど、この文字は私がいつも配信とかでね言っている、セリフではないんですけど考え方を英語にしてます。ニュアンス的には柔軟な思考を持っていっぱい試して妥協しない、これからもみんなと一緒に最高なものを作っていけることが楽しみですみたいな感じのニュアンスになってます。動画では言ったことはないんですけど、しょっちゅうレイアウトの配信とかになると妥協したくないとかいっぱい試したいなとかね、よく言ってますんで、その感じを英語にして T シャツに書いてます。あと T シャツのボディ自体も生地の厚さとか袖の長さとか全体的にバランスのいいボディになってます。ではここから実際に着用した感じを私以外にも着ていただいたのでご紹介していきます。はい、まずは私です。152センチでどちらとも XS を着用してます。普段は正直こういう服装ではないんですけど、今回撮影をするということでちょっと衣装寄りに着てみました。多分普段だったら私はデニムと T シャツの組み合わせがすごい好きなので、それに、スニーカーとか、小物でも遊んだりして着るかなと思います。でちょっと裾がスカートの中に入っちゃってるんですけど、一応出すとだいたい私だと腰の骨のところよりもちょっとだけ上ら辺に裾がきます。はい、次は私がいつも行く靴屋さんの店員さんにも来ていただきました。もちろん男性でも着れちゃいます。さっきの私の写真は白背景だったのもあってちょっと分かりづらかったかもしれないんですけど、
こうやって見るとキャラクターの顔がドンと乗ってても派手なようで意外と派手じゃないというか、実際こうやって着用してもらって馴染み方にびっくりしてます。皆さん本当におしゃれに着てくれましたので、ぜひ参考にしてみてください。次はいつも通っている美容院の美容師さんに来ていただきました。この方は S サイズを着用してもらっています。で、今回 M サイズを着用しているモデルさんはいないんですけど、女性の方でこの方よりも緩く着たいなーって思った方は M 以上でもいいかもしれないです。はい、次は美容師さんです。今度はシューズ T シャツの方を着ていただきました。こうやってね、シャツの中に仕込ませたりすればちょっと涼しい時期でも着れるかなと思います。あとこっちはもずくちゃん T シャツとは逆でシンプルだけど意外とアクセントになってるかなと思うんですけど、どうでしょうか。なんかいろんな着こなし方ができそうで、涼しい時期だとね、いろいろ組み合わせたりできると思うんで、私も楽しみです。そして次は今回のグッズを撮影していただいた方に来ていただいてます。全身の写真はないんですけど、180センチ以上の方でも L サイズ着れちゃいます。ジャストめな感じになるかなと思います。次はラバーキーホルダーをご紹介していきます。厚さが 5mm で縦が 70mm、横が 50mm のサイズになってます。で、デザインなんですけど、先日 LINE スタンプを出しまして、その中のイラストをデザインにしております。LINE スタンプもね、本当にめちゃくちゃ可愛く作ってもらったんで、せっかくだったらどれか一つでも形に残したいなと思って、キーホルダーにした時に相性が良さそうなありがとですのイラストをキーホルダーにしました。ファッションに馴染むようにあえて一色にしてまして、で、遠くから見ると正直何か分かりづらいんですけど、近くで見るともずくちゃんだって分かるくらいのデザインが私は気に入ってます。で、なるべく分厚くしたいと思って 5mm にしたんですけど、デザインの段階ではサイズ感は正直イメージできてなくて、サンプルでお家に届いた時にびっくりしました。分厚いってすごい、めっちゃ立派ってもうそれぐらい分厚さの部分も気に入ってます。もちろんバッグとか鍵とかにもつけられますので、皆さん自由に使ってください。次はメタリックポスターをご紹介します。サイズは A3 で、商品名の通り紙がシルバーの反射する紙になってます。ポスターを作るからにはデジタルじゃなくてポスターにしたからこそ出せる雰囲気を出したくてメタリック紙にしてます。映像とか写真を見てもらうとね、ちょっと反射してるのがわかると思うんですけど、例えばお家の壁紙がカラフルだったりするとそれを写すし、置いてある植物とかもね多分写すと思うので、ぜひ皆さんの好きなところに飾ってあげてほしいなと思います。あとね、イラストも言わずもがな言わずもがなって初めて言いましたけど、可愛いです。線画にしてもらってかっこいい感じになっております。はい、以上でグッズ紹介は終了です。そして発売日は2025年7月27日の日曜日21時からです。なるべく皆さんに早く手に取っていただきたかったので、受注生産ではありません。本当にどれもこだわって作ったので、みんなの手に取ってもらえるかもって思うと幸せです。やっぱね、ゲーム内だけじゃなくてちっちゃい頃からものづくりというかそういうことが好きだったので、こんな風にグッズを出せて、しかもそれをみんなにお届けできると思うとすっごく嬉しいです。購入報告と届いた報告と使用報告待ってます。楽しみにしてます。そしてちらっとお伝えしましたけど、 LINE スタンプも販売してますので、気になった方はぜひ使ってみてください。それではお知らせはこれで以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。